わからないもの、中原中也。福岡からお客様が見えました。そういう下女の取り次ぎの言葉を聞いた時から、彼は怯えていなくちゃならなかった。福岡の客って、それは彼のうちの親類恥だったんだが、非常なブルジョワであるのだ。そしてその客である奥さんは、彼をよく知っていながら、彼の父とも母とも一面識さえなかったのだ。もちろん彼の家に来るのも初めてだった。で、それだけでもなんだか、彼は客として来る者に対する責任を感じていた。だがそれで彼は怯えちゃいない。その奥さんなる者の姪と彼とが恋仲であることを奥さんに知られている彼だからなのである。ちょっと挨拶を済ますと、彼はすぐ引っ込んだ。この頃はよく勉強していますか？頭の低い人間だけれど、やっぱりブルジョワなのだ。見下ろすように奥さんは彼に言った。その一言がやけに引っ込んでからも彼の耳に残っていて、尺に触ってならなかった。彼はこの春学校の落第をしたのだ。奥さんがべっぴんなのに引き換えて、自分の母親が衰え顔であることと、どうにかこうにか生活のできるという程度の自分の家を見られることは、とてもたまらないことであった。8月のことで、外はカンカン日が照っていた。そして彼の家は風の入りが良くなかった。奥さんともう一人の奥さんの親族の奥さんとは、扇を使いながら扇風機もないのかって顔をしていた。彼はその日東京に行かなきゃならなかった。落第やその他の事情で土地の学校を出てよそに転校を余儀なくされた彼は、わざわざもう初中休暇も終わると言えばまた立っていくのだ。東京の友人に持っていく土産を買いに彼が出かけようとしていたところに母が来て言った。腰が重そうだが、今晩泊まると言いなさらなきゃいいが、あれたちはうちに用事があるわけじゃないし、こっちが考えるほど。一体何の用で来たの？彼は別れきっているのに母をねぎらいたい気持ちから尋ねてみた。今度お父さんがあそこの養子さんにお嫁さんの心配をするんで、そのことについてちょっと。あれたちは立派なところに、この頃だったら革布団くらいに寝なさるんだろうから、あんたがこの前行った時でも毛布団だったとか言ってたわね。母は随分気がかりらしかった。表座敷からは無頓着な父の声がしていた。彼は父が客たちの嘲笑にも気づかずに話していることがかわいそうにさえ思えた。でも福岡市でも竹原といえば知らない人もないって言っていいくらいな家なんですから、あまりお粗末にやれば。それは奥さんについてきた奥さんの声だった。母は諦めたようにふと表座敷の方へ歩んだ。母の頭から、それでなくても少ない髪なのに櫛が落ちかけてる。向こうに行く後ろ姿を見送るとき、彼は櫛のことを忠告しようかとも思ったが、それさえ情けなくなってできなかった。いやいやながら彼は土産を整えに出た。いよいよ出かけに靴を履いているとき、祖母がやってきて、おばさんたちは立派な支度をしてきておるだろうね、といった言葉を胸に繰り返しながら、彼は田んぼ道を歩いた。もうむしろ肉親なんてものを呪いたかった。稲がもうだいぶ高くなって、道に沿ってる箇所はずっと埃でほとんど黒くなっているのが暑い上に熱くした。稲荷を祀った小さい山の赤い数々の鳥居が何がなし気になった。汗でシャツは背中にくっつく。グラウンドに無造作に積まれた材木。子猫と土橋が話をしていた。黄色い圧力って彼の夏の昼という詩を思い出した。こんないい詩を書く俺を落第生だとただ思ってやがる。あそこの養子ってやつは恩師をもらったんだったっけ？バカ。そんなことも考えた。久しぶりだったな。よそ行っているとずるけられていいだろ。ぽっかりこの春までの同級生に出会った。ふふ。彼は何にも言いたかなかった。もう汽車に行くべき時刻だった。今日は出際にお客さんがありはしたし、明日だったら、母が甘いとよく彼が言うので、また言われはしまいかと思って、遠慮深そうにそう言ったとき、
彼はさすがに甘いとは言われなかった。かえって自分の方が甘いだったのだ。客も彼と同じ汽車で立つのだった。駅には母がやってきた。客は2等に乗った。1等なしの列車だから彼は3等に乗った。母は客の方に行って別れを言っていた。奥さんが母に挨拶しているときに、後ろでも一人の客は吹き出していた。彼はバスケットを車室に置くと、その方へ行ってたので、その吹き出しているところも見せられた。母の髪がおかしいのらしかった。彼の乗った車室には2、3人しかいなかった。田舎支線の午後9時頃のだから、そんなもんなんだ。電灯も取り付けられているだけの数は灯っていなくて、一つ置きに暗くついていた。彼は窓から心地よい夏の夜風を受けながら口笛を吹いていた。親父は今頃雑誌でも読んでいるのだろう、などなど思った。生まれて家を出て行くのがこれで2度目だった。1度目はまだいいところへ行くって気もあったから元気だったが、今度はもう目的地が一通りや二通り分かっているためでもあって、やたらに家のことが後から頭に出てきた。いかがですね。2棟から奥さんってやつがやってきた。東京は面白いですか。彼は窓の外を見てこしらえて笑っていた。まあ学校のことも勉強なさいよ。ええ。はあ。文学のことばかりせずに。汽車が支線の終点駅に着いた。彼は客より先にプラットホームに行って腰掛けにかけていた。後からボーイにカバンを持たせて彼のいるところを探すようにやってくる。客たちは彼のところへは来なかった。二人の客は遥か向こうで話をしていた。彼は自分と例の姪とのことが話されていると思い込んでいた。寝ようと思ったって眠れなかった。それに朝鮮人の労働者が乗り合わしていて、一向寝ようともしないで、べちゃべちゃ喋るので、なおさらだった。母が気の毒であった。福岡の客ってやつが尺に触った。彼は自分の自信する詩が鼻にかかった。鉄橋の音はいかにも悲哀だった。俺の詩万歳だ。彼はバスケットからハガキを出してそう書いて母に送った。福岡のおばさんは、べっぴんだけれど、足の指が右だか左だか一本ないそうな。いつぞや父がそんなことを言ってたのをふと思い出した。彼は急に大きな安心を得たように胸が躍った。汽車が海辺を走っていた。東京駅に下車して最初に気に留まったのは贅沢な女学生だった。それから間もないある日、学校から帰ってみると、下宿の机の上に例の姪からの手紙が来ていた。失恋させられたわけだ、彼は。まだいかがも落ち着かない、ホームシックみたいなものも時々起こってくるのだった。彼は友達にある土産も自分で食ってしまっていた。枕を出して昼寝をしようと思っているとき、俺には女は当分到底得られないものだって言葉の一字一字がところどころ剥げた壁の上にぴょこぴょこ見えるような気がした。壁の隅には昼の蛾がポチポチいた。電車に乗るときだった。彼はエスコの後ろから昇降口の方へ歩み寄った。ぴょっとエスコは運転台の方へ走っていった。彼は自分がエスコに接近したことをエスコが感じて飛び逃げたものだとすぐ次の瞬間に感じた。だがなぜ逃げたかそれはわからなかった。停留場に来る道、彼らは平気で話していたんだから。電車が走り出して彼は考えてみた。エスコは運転台の近くに、彼は車掌台の近くに離れて腰掛けていた。二人は時々来光を見るように怖いとも怖くないともわからない視線を送ったまま、唾を吐く時のようにペット視線から飛びのいた。君も知っているだろうが、エスコはデカタンのようでピューリタニックなところを持った女だし、それにあんなところで遊郭町で歌うような歌を歌っちゃ困るじゃないか。僕は今殴ろうかと思って
原稿まで固めていたんだけれど、罰するのは神様の務めで人間のすることじゃないと思ったから、ぎゅうぎゅう言って我慢したんだったが。停留場に来るまでにエスコのいとこにあたる男が彼にこんなことを言った。で、僕があの歌を歌ったからって、そう大したいかゆい影響があったんですか？彼は聞き返した。第一君の人格が、それがわからないほど君もバカじゃあるまい。エスコのいとこはかなり興奮しているらしかった。自分が勝手に魔除けを作って、そして他人に自分を強制するのか、と思った彼も、いささか腹立たしかった。だってこの人は生き方が違うんじゃないの？エスコがいとこに言った。なんだと？エスコ、今なんか言ったな。お前はこの男に妙なところで肩を持つ。そんなに怒らせるようなことは言いやしないわ。よし。そんならいいがな。いとこはエスコの方に不満を向けた。一本気ないとこの怒りを恐れる気持ちをごまかすように、エスコはセッタの音をペッタペッタさせておどけてみた。電車を待っている間に彼はタバコを買いに行った。その時に、いとこはエスコに何か言ったな。俺に関連させて。彼は電車に揺れながらそうも思ったが、決してそれは信じられなかった。そうらしいということは全く不明だというよりも不安なことであったのである。電車を降りて別れるときに、恋なら恋のように真剣にな。君はダラダラしている。いとこが彼の肩に両手をかけて、人道主義者のそのわざとらしい親切さで言った。ところが僕には真剣なんかってわかりかねますのでね。彼の皮肉はいとこには皮肉だとも取れなかったらしかった。だからピューリタンだ。大事になさい。まるで遠くへ行く人への別次だ。エスコはそう言うなりうつむいた。彼はさようならとも言わずに下宿の方に歩んだ。10軒も歩くと襲われるように走り出した。カフェに入っていた。ストーブに靴を乗っけてガシガシと泥をかき落とした。酒だ、酒だ。空腹だったからか、じきに酔ってしまった。ストーブの上の夜間の湯気を見入っているとき、電車の救助網にでもかかって、今怪我をして病院に行くとすれば、エスコが見舞いに来るんだ。てな夢みたいなものを鼻の上で小躍りさせた。金の酒。もう人通りの少ない街を電車がゴーゴーとやってきた。タクン。彼の頭にはそういう強い印象が刻まれただけだった。彼は電車の救助網の厄介に早速なったのだ。運転手に抱えられて店屋の軒にやられたとき、彼はエスコが来てやしないかという疑念とともに意識した。そして手の指が一本折れているのを見た。恋がなけりゃ指も折れないし、シャツもズボンも世の中になかったろう。次の日の朝だった。彼はエスコの様子伺いに出かけて行った。僕昨日はちょっと変な気になってしまいましたから、随分なことを言ったでしょうが、まあ。道でエスコのいとこに会ったので、彼はそう言った。いやいや、そんな大したことじゃないから。堅くななくせに甘いやつだ。それはいいが、君、その指の包帯はどうした？ちょっとナイフで切りましたから。エスコは今うちにいませんから、夕方いらっしゃい。そう言って二人は別れたが、彼にはそのいとこの言葉がいつまでも問題になった。なーに女ってものは、昨日そうでも今日は別だよ。友のところへ行って昨日の話をすると、友はそう言って嘲笑っていた。だってね、太ったくせに顔の影が尖るってたちの女は、一度ツンとすると、その後はもう訳もなしにツンとし通すものだから。こいつ大した苦労性だな、気の小さい。夕方行くと、エスコは最も他人行儀を示した。まあ、活動にでもご案内しましょうよ。そう言って、エスコは彼を連れて活動に行った。恋愛を取り扱ったフィルムが映写されていた。おい、やかましいぞ。フィルムを見ながら、キャッキャ笑ったり喋ったりする2、3人連れの女が2人のそばにいた。彼は
半分エスコの機嫌を取るようにその女たちに怒鳴った。そんなこと自由じゃないの？ええ、そういえばそうだけど、自由なんて引っ張り出すとかえって不自由だ。怒鳴りたいときは怒鳴るがいいってのが自由でしょ？じゃあ若いし、隣の人たちが女だからいいけれど、荒くれ男どもだったらどうするの？訂正で言った。そんなに何でも延長したり、質の問題にして考えたりしてたら、ご飯も食う時間がなくなりますよ。そうかしら。女としては物分かりのいい方だし、昨日の昼までなら、そうだわねとくらいに言ってくれたんだろうにな。と彼はそう思った。私、急に変なことを言うんだけれど、恋なんて周囲が大抵恋にさせてしまうんだわ。私は宗教もないって言えばないんだけれど、自分の、まあ宗教みたいなもので、今まではやってきたのですの。とっさにそう言われて、彼は返す言葉も出せなかった。あら、来週はメーベル・ノーマンドの写真なのね。私今度は一人で来るわ。予告のビラが横手の壁にあったのを見て、エスコはそう言った。来週の何曜日に来るのです？あははははは。ああ、私あちらから回る電車に乗りたかったのに。彼が行こうかとした停車場の間際まで来て、エスコはじら半分にそう言った。でもね、兄さんのところにいるけれど、こりゃあなただけに言うんだから、誰にも滑らしちゃ嫌ですよ。兄さんは浅い人だから、私、ある人のところに行きたいの。それは何をする人です？そりゃあ言えないわ。二人は別れた。彼は夜の街を仰向けがちにスタスタと歩きながら、あなただけに言うんだから、誰にも滑らしちゃ嫌ですよ。って言葉がひっきりなしに頭を往来した。この頃彼は街を歩いている時など、電車が通り過ぎるたびに、自分の指の血がついているのを見ようってな気を出すのだ。もう、お大事になさい。という挨拶をされた晩から3週間ばかりも経っているが、そして指の傷はいとこのためにはもはやとっくに治っていい頃だが、いまだにエスコのところに行くとき、彼は包帯をしていく。わからないものだ。近頃彼は、口癖のように長いこと座っていて立ち上がるときなど、いつもそう口ずさむのだ。